もこんにちは。米谷彩子です。今日はリクエストがありましたので、音階についてお話ししてみたいと思います。今回はその音階についての説明編で、次回からは実践編というか、実際に一緒にやってみたいと思います。ディレイ先生の教室でやっていた音階は3 octaves、3オクターブのもので、大体はガラミアンの本に沿ってやっていました。私のロシア人の学生さんによると、ロシアでは4 octaves、4のオクターブの練習っていうのが必修だったそうなんですけれども、少なくとも私の教えていたテクニッククラスで4オクターブっていうのはやりませんでした。都頂上というのはできるんですけど、かなり上になってくると4オクターブというのはかなり難しいんです。音階の本といってもいろいろありますけれども、何といっても基本になるのはカール・フレッシュの本だと思います。ただこの本はちょっともうバラバラになってますけれども、この本は一つの章に1,2,3,4,4ページぐらいあって、ちょっと多すぎてちょっと私はいつもげんなりしてしまうんですけれども、でもアメリカのオールステートとか音階を弾きなさいっていうオーディションの課題という場合には、カール・フレッシュの音階の本をそのまま弾くのが無難だと思います。スミ先生に指示していた子どもの頃に、今も手元にありませんけれども、小野アンナ先生の音階の本と、それからフリマリーの音階の本を少しやった記憶があります。ガラミアンの本も、ガラミアンもちょっと今手元にありませんけれども、フリマリーの音階も両方とも最初と最後にターンのような音を付け足しています。フリマリーは多分タラララって下につけていって、ガラミアンはタラリラとこう上につけてターンのような感じにつけています。これは単純にどうしてなってるのかっていうと、音階全体の音を24個にするためなんです。っていうのは、カール・フレッシュのこの音階の本だと3オクターブを弾くと21個なので割り切れないんですよね。それなので速度を上げていって、例えば4の音を一人で弾くとか6とか8とかなってくると、24個だと3でも4でも割り切れるんですけれども、21だと3でしか割り切れないのでちょっとやりにくいんです。それでガラミアンはタラリラで、フリマリーはタラララってこういうふうにつけたんだと思います。私自身はガラミアンの音階の本っていうのは少し変わった指使いが多いので、例えば一長調のでも最後のとこまでシフティングをしないんですけども、ちょっと弾きにくいところもあるので、普通はカール・フレッシュの指使いで弾いてます。もちろんどの指使いでも音階は弾けた方がいいんです。私の同級生で今テキサスの大学で教えてらっしゃる方ですけども、いろいろな指使いに慣れさせるために3つ以上の音階の本を探してきて、同じ音階を違う指使いで練習させる、そういう課題を学生さんに出していらした教授がいます。カール・フレッシュは私の感じですけども、毎日やるにはちょっとたくさんありすぎるような気がします。ガラミアンのはちょっと指使いが少し変わってるので、少し使いにくいと思ってたんですけど、私のように思った人が他にもいたような感じで、2人を折衷してダイジェスト版のような音階の本を出した人がいるんですよね。それが Scales of Advanced Violinist by Barbara Barber という本なんですけども、はっきり言ってこれを見てみるとそんなに目新しいことは何にもないような感じがするんですけども、でもいいことにはコンパクトにできていて、一つの章が2ページでカール・フレッシュのように圧倒されるってことはありません。ガラミアンの本はちょっと今手元にないんですけど、同じページに音階だけずっと章を変えていくんですよね。そうするともうどうしても同じページにないとアルペジオを練習しなかったり、
ワンを練習しなかったりするので、この本だと少しずつまんべんなく1日で一つの腸をここからここまでワークアウトできるような感じがして、すごく私にしては使い勝手がいいです。指使いも主にフレッシュ、それとガラミアンと両方載せているような感じです。それから彼女の前書きによるとセブシックの指使いもつけているっていうふうに言ってます。私は今はだいたい毎日の音階の練習っていうのはこの本を使ってます。そんなわけで音階といってもいろいろありますので、今日はディレイ先生のクラスでやっていた、特に私はスケールのクラスの担当をしてましたから、その習い方の概要をご紹介します。これ見えるでしょうか。これは先生の自筆なんですね。先生はルーズリーフに大きなファイルを持ってらして、生徒ごとにいろんなメモを取ってらして、1枚を取って書いてくださったんですけども、ディレイン先生っていうのはすっごくオーガナイズした先生だったんです。だから生徒のことをメモがありますから、1年目にこういう曲をやったとか、4年生の大学の4年生になったらこういうことを弾いたとか、先生は全部メモに取ってらっしゃったんですよね。まずは最初、イチョウチョ A メジャーからメトロノームだいたい54、クォーターノートイコール54っていう四分音符イコール54でやって、これで慣れてきたらもう少し早くても構いません。メトロノーム54ですね。まずはじめに全球で4つ数える、そのメトロノームを4つ数えることから始めます。これはかなりゆっくりです。これはかなりゆっくりですから辛抱のいる練習なんですけども、この最初のスピードでは弓がまっすぐに通っているかとか、例えば弓の持ち方をチェックするとか、十分時間をかけていただきたいです。それから G 線の時に最後まで届かない人はそのままにしておいてください。それを無理に弾くとこう変な癖がつきますから、そのまま帰ってきてください。こういうキックする癖をつけないようにした方がいいです。それから元はちゃんと弾けてないとダメです。一丁調っていうのは開放弦とチェックできるところがすごくあるんですよね。チェックをしてくださいって私が生徒さんに言うと、これはチェックにはなりません。ユニゾンとかオクターブっていうのはぴっちり合ってたらとてもこう平和っていうか一つの音のように聞こえるんですけども、ちょっとずれるとその波形と波形がこうバイブレートして聞こえますか？ワン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 。今はもうはっきり聞こえると思いますけど、オクターブでも同じです。これはそのピンってこっちで言ってるんですけど、波形がこう似たような波形がぶつかり合うとそういう音が出てくるんですよね。ワン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 。それじゃなくて、そのためにこれはもうメトロノームを無視していいですから、ぴったり合うまで、これもぴったり合うまで
スピードは必ずしもメトロノームでやる必要はあんまりないかもしれないです。辛抱がいりますけれども、例えば弓がまっすぐ通ってるとか、弓の持ち方がちゃんとしてるとか、弓の返しがこうすごく音を立ててないとか、そういうことを時間をかけて点検してください。それから次に2つの音、パーボー、弓に2つの音、弓に4つ、6、8、12、24といくんですけども、休みなくやることが重要です。っていうのは、その3連音符と普通の2拍のあれがうまくいかない生徒さんのために、これはとてもいい練習になります。ちょっと今喋って分かんなくなりますけど、3を途中で4の前にやる人もいますけれども、私はそのまま4に飛びます。で4。これがディレイ先生のスケールクラスでやっていたスケールのやり方です。覚えてしまえばパターンが決まってます。それで初めは私のクラスでは A メジャーから始めて、 A メジャーでやるのが一番下表現とチェックするところが多いっていうこともありますから、それが終わったら D メジャー2長調、それから G メジャーと長調、それから C メジャー波長調ですね。波長調というのはかなりややこしいというか、音程が取りにくいスケールだと思います。C メジャーができれば B フラットも同じ指使いですし、それから D も同じです。E も F も一緒だと思います。ガラミアンのスケールは F をカールフレッシュのようにゲー線から始めなくて D 線から始めてる、D 線、D 線でから始めてると思います。両方慣れて、私も最近はあんまりガラミアンの指使いあんまり使ってないんで、ちょっとは空で覚えてはちょっと弾けないかもしれないですけど、せっかくだったらゲー線を使うカールフレッシュの指使いをなさったらいいと思います。で、私が大体言ってるのは A、D、G、C、B フラットぐらいやったら、B フラット、C、D、E、F は全部同じ指使いですから、それぐらいまでいったら自分で勝手に自分の好きなように
さらってくださいって言って、それからマイナーに行きます。マイナーは彼女の本にはハーモニックマイナー出てます。ディレイ先生のクラスではメロディックマイナーしかやった覚えはありませんけれども、別に両方やってても全然それは問題ないと思います。それでメジャーとマイナー、長調と短調ができたら、自分の今さらってる曲の調の音階をさらうことっていうことをサジェストしてます。もしそうでない場合はこういう、例えばこれは2ページですし、その2ページ全部弾いたとしても25分以内でできると思うんですけど、毎日今日はこれでやるって言って、こうトランプみたいに今日はこのキーでやるといっていうふうに練習してもいいかもしれないです。ちょっと話がそれます。最近見つけた私のお好みの弦の紹介です。別に私はその誰かにスポンサーされてるとかそういうんじゃないんですけど、ロンドっていうのがお気に入りだって私がこの前言ったはずなんですけど、ゲーセンのこれはゴールドっていう普通のロンド、前回これをご紹介したと思うんですけど、それじゃなくて今度ゴールドというのが出たみたいなんですけど、使ってみたらとっても私としてはしっくりします。これのゲートレーセンです。これは私の最近のお気に入りの弦なんです。ただちょっと問題はかなり高いです。この弦は43ドルかなんかしましたんで、すごく高かったんでちょっとびっくりしましたけど。では次回はスピードが2から24までの実践編のようなことを次回にやってみたいと思います。それではまた次回にお目にかかりましょう。